はい、皆さんこんにちは。今日は書き初めを iPad でやっていきたいと思います。こういう感じのね、すごい達筆の文字がかっこよく書けるアプリがあるんですけど、それを使ってこういう習字をね、今日はやっていきたいと思います。で、前回の動画で新年の目標みたいなのをノートアプリで書いたんですけど、今日はそれの文字バージョンみたいな風に思ってもらえればいいかなと思います。こんな感じですごい墨汁感みたいなのもリアルに再現できるので、そのアプリを紹介していきたいんですけど、今日紹介するのは全ブラシっていうアプリです。で、このアプリは以前にも何回か私の動画で出してるんですけど、すごい、筆文字を書くのに特化したアプリになります。で、値段はですね、100円か200円ぐらいだったと思うので、すごい安いのでよかったら買ってみてください。で、今日はこの全ブラシっていうアプリと、あと Adobe Fresco っていう Adobe から出てるイラストソフトがあるんですけど、その2つを組み合わせてちょっとおしゃれなデザインを作っていきたいと思います。いろんな Tips 入れてるのでよかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。はい、じゃあですね、全ブラシ立ち上げていきます。で、一番初めちょっと機能の説明だけしておきたいんですけど、全ブラシは基本的に下のバーだけでコントロールしていきます。で、ブラシの種類は2種類です。黒色と赤色2種類のみですね。で、その隣に消しゴムがあるので、この3つのブラシを使って文字とかイラストを描いていく形になります。で、文字全部消したいときは右下にバケツのボタンがあるので、これで全部クリアになります。で、あとはですね、ここでブラシの太さを決めたりとか、あとはその隣の項目はブラシの不透明度です。薄さ、濃度ですね。ここで変えることができます。で、あとは文字のかすれ感みたいなのもコントロールできますね。この筆にどれくらい水を含むかみたいなのも変えることができます。で、その隣行くと、ここで台紙の色を変えることができます。普通に白色とかもあるんですけど、黒とかゴールドとか赤とかもあったり、すごいテクスチャがたくさんあるんですね。で、あとは模様とかが入ってるやつもあって、すごい可愛らしいのもたくさんあるので、よかったらここね、全部目を通してもらうといいと思います。で、今日はですね、普通にプレーンの台紙に書いていきたいと思います。ここで文字を書いた後に Adobe Fresco っていう違うアプリに文字データを持っていって、そこでゴニョゴニョデザインを作っていくので、この全ブラシのアプリではプレーンな台紙で書いていきます。で、今日書く文字はですね、初子貫徹っていう四字熟語を書いていきたいと思います。意味はですね、初めに心に決めた志を最後まで貫き通すことということですね。1個前の動画で目標をたくさん書いたんですけど、その目標ね、例えばチャンネル登録者30万人いくとか、そういう目標を最後まで貫き通すという思いを込めてね、ちょっと気合を込めて漢字を書いていきたいと思います。私あんまり文字書くの得意じゃないんで、ちょっと今ね、画面には映ってないんですけど、左側にお手本の習字を置いて、それを見ながらですね、見よう見まねでかっこいい漢字を書けるようにやっていきたいと思います。で、普通の紙の習字と違ってデジタルなんで、戻るボタンとあと消しゴムのボタンがあります。なのでいくらでも書いたり消したりっていうのができるので、この辺はちょっとフル活用してもらえればいいんじゃないかなと思います。で、戻るボタンとか消しゴムのボタン使っても結構書くの難しくて、ちょっとねこれ一回やってほしいんですけど、皆さんにもなかなかこの iPad で習字をするっていうのは難易度が高いなと私は思ってますね。で、これ今結構スラスラ書いてるんですけど、私この前に何回も練習して初子貫徹っていう文字を書きまくってるので、結構スラスラ書けてますね。なのでそれぐらい難しいので、ぜひ皆さんも一回トライしてほしいですね。最初4文字熟語だと結構難しいので、最初は1文字でとかひらがなでとかでぜひトライしてみてください。はい、じゃあざっくりこんな感じで完成にしたいと思います。ちょっとね、左右のバランスとかうまく取れなかったんですけど、文字下手くそな私にしてはうまく書けたんじゃないかなと思ってます。で、こういう複雑な漢字書くときに、私すごい漢字の書き順がね、結構迷ったんですけど、その時に使ったのが漢字検索っていうアプリがあって、ここにですね、例えば、貫くっていう漢字
を打つとこの貫くの漢字の書き順っていうのを教えてくれるアプリがあります。これ無料なのでよかったらね、こういう習字とかやってみたい人はぜひ使ってみてください。で、こっからなんですけど、Adobe Fresco の方にこの文字を持っていきたいと思います。で、まずこの文字を保存するんですけど、保存するときはこの下のバーのところに、他のアプリで開くっていうボタンがあるので、これを押して、この中からピングの、透明な背景っていう方を選びます。で、この状態で画像を保存する。で、そうすると写真アプリの中にさっきの文字のデータが入ってるんですけど、この文字のデータっていうのはピング形式、後ろが透明な形で保存されているので、この文字の黒い部分のところだけが、アクティブな状態で保存されているっていう感じですね。で、このピングデータを Adobe Fresco の方に持っていきたいと思います。で、ここから Adobe Fresco 立ち上げるんですけど、立ち上げたらですね、上のところに現在の画面のサイズっていうボタンがあるので、これを選択して、キャンバスを開いていきます。で、横画面になってたらこんな感じで縦にこうぐるっとね、画面を回転させることもできます。で、ここにさっきの文字データを読み込んでくるんですけど、読み込むときはこの写真ボタンのところを押すとカメラロールの中からさっきの文字を選択することができるので、こんな感じで読み込んでいきます。で、同じように回転させて、サイズとかも自由に変形することができるので、ちょうどいい位置と、大きさにしてください。で、こっからですね、この文字をもうちょっとにじませて、じゅわーっとね、墨汁がにじんだような感じのエフェクトをかけていきたいと思います。で、Adobe Fresco にはですね、画像を水彩ブラシでぼかすっていう機能があるので、それをちょっと紹介していきたいんですけど、それをするときはですね、この画像レイヤーのところを選択して、ここの中にピクセルレイヤーに変換っていうのが下から2番目にあります。で、これを選択します。で、そうするとですね、この文字のレイヤーの上から水彩ブラシで、なぞることができるようになるんですけど、ちょっとこの上のところなぞってみますね。こんな感じでなぞると、この黒のエッジのところが、水でこう滲んだような、じゅわっと滲んだような感じになっているのがわかると思うんですけど、これ筆をちょっと変えてもいいですね。水彩ブラシのソフトウォッシュっていうブラシがあるので、これを選択してこうやってなじませると、じゅわーっとね、すごくないですかこれ。結構このソフトウォッシュっていうブラシがブラシの大きさが大きめで、水の量が多く含まれたような設定になっているので、ちょっとなぞってあげるだけでこんな感じでじわーっと滲んでいくような加工になります。で、この水彩ブラシでなぞる時の設定なんですけど、ちょっとここだけ覚えておいてほしくって、この色のところを選択すると不透明度のコントロールするバーが出てくるので、この不透明度を 0% にしてください。で、これ 0% にしてないと、なぞった時にこのブラシの色と画像の色っていうのが混合しちゃって気持ち悪い色になるので、不透明度は 0% にして、で、あとは水の量だったりとか流量をここで、コントロールして、で、この状態でなぞっていくといい感じにこうじゅわっとね、水を垂らして、滲んだような加工にすることができます。で、ここからですね、どんどんブラシでなぞってにじませていくんですけど、こうやって上から水彩ブラシでなぞると、じゅわーっとですね、だんだんこのにじみが広がっていくんですね。で、広がっていくのはいいんですけど、あまりにも広がりすぎちゃう時があって、それをにじみを食い止める方法があります。で、食い止めるときはここの右側の点々点のところの一番下、レイヤーを乾かすっていうボタンがあります。で、このレイヤーを乾かすボタンを押すと、このにじみが止まります。じわーってなってるのを点々点のところからレイヤーを乾かすで止める。で、またなぞってじわーってぼかしてレイヤーを乾かして止めるっていうのをしながら、このよりですね、この墨汁がにじんだようなリアルな表現を作っていきます。で、こんな感じでにじませのところが完了になります。で、ちょっとこの文字のバランスとか位置調整したいときは、このツールバーのところにセレクションツールっていうのがあるので、このセレクションツールでこの文字のところをこうやって、切り取ってあげます。で、切り取れたらこの下の変形っていうボタンを押すと、この位置調節ですね、ちょっと左にずらしたりとか上にずらしたりとか、サイズをねちょっともう少し小さくしたいなと思ったら小さくすることもできます。
で、ここからですね、最後ちょっと装飾を加えて完成に持っていきたいんですけど、Adobe Fresco いろいろブラシがあるのでちょっと紹介します。ピクセルブラシの中に特殊効果っていうブラシがあって、そこの中にインクのにじみっていうブラシがあります。で、これを使うと墨汁がですね、外にこう飛び散ったような表現を描くことができます。すごいね、リアルに描けるのでかなりおすすめのブラシです。で、あとは水彩ブラシの中に水彩ウェット羽っていうブラシがあるんですけど、これも似たような感じでちょっと水しぶきがパーって飛び散ったような加工ができるブラシです。で、例えば白色とってちょっとこの文字の上をなぞってあげるだけでちょっとテクスチャーがかかってニュアンスが出るというかね、ちょっとおしゃれな感じになっていきます。で、あとはですね、周りにちょっと枠をつけていきたいので、新しいレイヤー1個上に追加して、ピクセルブラシの中にカスレっていうブラシがあります。で、このブラシ取ってブラシの色は赤、ちょっと濃いめの赤にして周りを塗っていってあげます。で、そうするとちょっとフレームに入ったような感じのデザインにすることができます。はい、ということで今日はこの辺りで完成にしたいと思います。周りのフレームをつけたりとか、あとは左下のハンコみたいなのをね、ちょっと書いてあげるだけで一気にデザイン性が上がるので、ぜひですね、全ブラシで書いたら他のアプリに移してこんな感じでね、自分なりの装飾をつけてみてください。で、この iPad で習字を書くっていうのがですね、思ってる以上にめちゃくちゃ難しいので、ぜひチャレンジしてほしいですね。この iPad で綺麗な文字を書く練習にもなると思うので、ぜひお時間ある人は試してみてください。で、こういうの書くことによってね、やっぱり新年すごくやる気が出てくるので、すごくおすすめです。で、今 iPadMate の方ではみんなで宿題をやってます。新年の目標を iPad で書くっていうのをやってるんですけど、それをみんなで見せ合って、もう見てるだけですごいモチベーション上がってくるので、ぜひですね、今年 iPad でいろんなクリエイティブなことがしたいと思ってる人はですね、ぜひお仲間に来ていただけると嬉しいです。概要欄の方に iPadMate の詳細載ってるので、ぜひ見てみてください。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。